くるみ山荘を訪問していただきありがとうございます。くるみ山荘は電気ガス水道の公共供給を受けないオフグリッドな環境です。自然と共に暮らし、完全に自立しています。実験住宅の電気エネルギー計画は日本工業大学の樋口芳樹教授と東京都市大学の中川淳准教授がお引き受けくださっています。今日は東京都市大学の中川淳准教授が学生さんと一緒に実験住宅にいらっしゃいました。中川淳教授は千葉県建築文化賞も受賞なさったことがあります。学生さんは卒論資料の発表をしてくださいました。実験住宅の調査結果が卒論の材料となるようです。夫が質問すると中川先生の爽やかなお声でご説明があり、私も必死でフォローしようと頑張りました。水素と酸素で水ができるだけではなく電気ができますという中学で習ったかもしれない論点一つで私の1日分のエネルギーを使い果たしました。これは実験住宅のソーラーパネルです。実験住宅の1日の消費電力以上の能力があります。学生さんはデンマークに留学する可能性があるとおっしゃっていました。娘が17年ほど前スウェーデンに留学していた時、夫と2人で顔を見に行ったことを思い出しました。デンマークのコペンハーゲンからスウェーデンのマルメまで電車で移動する途中、洋上風力発電を見たことを思い出しました。17年ほど前のことですから、洋上風力発電所は稼働し始めたばかりの最新施設でした。デンマークの洋上風力発電所は桁外れに増強されているとのことですが、電車から見える風景は変わらぬ美しさだそうです。マッドルームにはテスラの蓄電池パワーウォールと充電器のウォールコネクターがあります。実験住宅にはソーラーパネルがあり、テスラの充電器蓄電池があるため、バーチャル発電所としてオフグリッドになる潜在力があります。くるみ山荘のような自立隔離型オフグリッドとテスラの蓄電池や VPP バーチャルパワープラントを活用したネットワーク連携型オフグリッドでは、背景にある思想も技術も対照的です。テスラの蓄電池を備えた最新住宅のオフグリッドは実質的に外部電力に頼らず自立運用が可能であり、停電時にもオフグリッド化できる潜在力があります。さらに VPP バーチャルパワープラントに参加することで、平常時は家庭が小さな発電所として巨大な電力網の一部となり、地域全体の電力需給を支える役割まで果たすようになるかもしれません。マッドルームは靴置き場でもあります。エネルギー効率の高い運用方法の検討を行ったり、調査研究を行うそうです。夫のいとこがくるみ山荘を訪問してくれました。野菜を下ごしらえしました。ニュージーランドのラムチョップに添えました。夫の親しくしている方がお見えになるということで、デザートのバスクチーズケーキを作ります。材料を全部並べてみました。クリームチーズは少し柔らかくしておきます。砂糖を投入します。卵を投入します。バニラオイルを投入します。小麦粉を投入します。生クリームを投入します。型に入れます。前回使用した丸い型が小さすぎたので少し大きくしました。オーブンで焼きます。
今回は熱風加熱プラスというモードで焼きました。前回はモイスチャープラスで焼きました。冷めると沈むので小さい型で良かったのかもしれません。完成です。少し辛い万願寺唐辛子を炒めます。これは辛くないピーマンです。炒めている映像はありませんが、赤パプリカと黄色パプリカも炒めました。玉ねぎ、にんにく、セロリをみじん切りにします。人参もみじん切りしてあります。オリーブ油で炒めます。無洗米も硬いまま一緒に炒めます。パエリアでは失敗したことがあります。最悪の事態も想定して切ってお皿に並べるだけの料理も用意しました。サラダや冷ややっこ、いちじくのブッラータチーズ添えなどです。炒めた米と野菜をオーブントレイに広げます。このオーブントレイは IKEA で買いました。ノンスティックタイプです。裏ごしトマトを入れます。バナメイエビとアサリを用意しました。ゼリー状のスープの素です。MSG は入っていないということです。MSG は人工調味料です。アサリとエビをオリーブ油で加熱します。そこに裏ごしトマトを入れます。スープの素も入れます。サフラン1つまみです。これはエジプトで買ってきました。サフランを水につけます。すぐに色が出ます。オーブントレイに広げた米、シーフード、一緒に加熱したトマトスープ、サフラン、その水で水加減をしてからオーブンで30分加熱します。完成したパエリアにパプリカやしめじを飾りました。この段階で最高の状態でした。お客様にお出しする時には少しご飯が硬くなってしまいました。電子レンジで加熱したら良かったと思います。翌日電子レンジで温め直したら美味しくなりました。豚ヒレ肉を1キロ買ってきました。ヒレ肉に塩コショウとローズマリーを振ってあります。豚ヒレ肉のマリネ液はオリーブ油、オレンジマーマレード酢、醤油、みりんです。
野菜を盛り付けました。空いている場所にローストポークを盛り付ける予定です。知識とパワーあふれるディナーでした。今日の学びです。Think outside the box. The possibilities are endless. 枠にとらわれずに考えよう。可能性は無限大だ。です。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。とても励みになります。